日本各地の映画文化を支える映画館、通称ミニシアター。これは地域に根ざした独自の視点で活動するミニシアターたちの物語。今回は埼玉県深谷市にある深谷シネマをご紹介します。映画館がちゃんとここの地に町と一緒に存在し続けるってことが一番のね大事なことを日活児童映画っていうところで約10年ぐらい仕事をさせてもらいました。16ミリの映写機とスクリーンと一式車に積んでホールとか公民館とか学校とかそういう映画界をずっとやってました。でこっちでは生協の職員をやっぱり9年ぐらいやりました。その時にやっぱり商店街が1軒2軒ってお店が閉じてやっぱりちょっと寂しいなっていう、映画館ちっちゃくてもできればそこには間違いなく人が来るだろうっていうちょっと思いがありましてね。今はもうないんですけど旧桜銀行さんがちょうど統廃合で閉まってたんですね。そこを市が借りてくれてそこに50席の深谷シネマっていう映画館を立ち上げました。2008年頃でしたっけ、リーマンショックっていう、あれがありまして、でそこに区画整理事業っていうのがあって、その銀行だった場所も区画整理事業で取り壊しになるっていうことになりまして、で困ったなって思ってたところにこの今のここの7つ目と出会ったわけなんですね。ここが映画館の受付ロビーになります。こういった上映中のパンフレットやチラシやなんかが置いてあります。ここは昔の造り酒屋さんの酒蔵だったんです。組柱は残したままで新しくしました。お茶を飲んだり待ち合わせしたりくつろいでもらえるスペースです。僕たち認定 NPO で運営してるんですけど、寄付をしてくれてる方たちの寄付棚なんですね。ここが、劇場内ですね。全部で椅子は60席あります。ここももともと酒蔵だったんですが、中だけはきれいに改装して作りました。ここが7つ目の造り酒屋さんの元の酒蔵なんですね。東酒蔵って一番大きな酒蔵でイベントや映画やテレビの撮影で結構使われるんですね。この建物も江戸末期に作られたっていうなかなか建築的には重要な建物なんですね。これ16ミリの映画のフィルムなんですね。都内でこれをなりわいにしてた業者の方がどっか預かってくんないかっていうことで今僕らが預からせてもらってます。今月に1回ワンコイン映画会っていうのをやって少しでも皆さんに見ていただこうということで預かってます。ここはシネマが引っ越してきたことをきっかけにいろんなお店が出てきたんですよ。昭和の時代はみんな商店街の中に本屋さんもあってね、映画館もあってコーヒー屋さんもあって、それが一旦ちょっと終わったかに見受けられるけど、なぜかここはもう一回それがつながってね、レトロな横丁になってるっていうのがなんか嬉しいなっていうね感じするよね。例えば中学校とか小学校で学校上映で体育館ですね、スクリーンを貼ってスピーカーを置いて、で16ミリフィルムの上映なんですね。やっぱりそういうのを自分たちでセットして
でこうフィルムを回して見てるこの空気が子どもたちのもうビンビン分かるんですね。中にはこう泣いてる子どもがいたり、その現場でその反応がもう自分らも映写しながらその感じが一番嬉しいっていうか、一緒に自分たちもそこにいて一瞬一瞬を感じてるっていうその体験が多分一番のこう残ってるとこだと思うんですけど、みんなが見たい映画を見ていこうっていうスタンスで始まったんですね。来てくれた方に毎回上映案内と一緒にアンケートを入れてありまして、丸してもらったりリクエスト書いてもらって 2,3 ヶ月先の上映作品を決めてるっていう流れなんですね。僕ら一人一人じゃなかなか見ない作品もやっぱり皆さんのいろんなアンケートでねこう上映してみると思わぬこういい映画がいっぱい出てくるもんで、お客さんの顔を見てたり一言言ってよかったよって言ってくれる、それがね伝わるんで嬉しく思います。スタッフの案で映画のタイトルをゴム印で作って、それを押すことでそこに日にちを書くお客さんもいてね、いつ見たっていうんでやっぱり記念になるみたいで、ちょん切ってそのタイトルの方はお返しして、それをずっとこう集めてる方たちもいて、20年間で1700作品ぐらいかな、それに近い多分版行がゴム印が今ストックされてると思うんですけど、吉さん、大林さん、高畑さん、そして笹部さん、おはようございます。今日もよろしくお願いします。私たちの映画館の名誉館長だった大林信彦監督が亡くなり、ちょうどその1週間ぐらい前には笹部清監督も亡くなり、一番この7つ目も含めて気に入ってくれたキキキリンさんもお亡くなりになったり、高畑勲さんもお亡くなりになって、特に大林さんはね名誉館長でしたので、大林さんの映画をまた上映させてもらおうかなって思ってますね。なんとか映画を通してそういう監督たちのにお礼をしたいなっていう気持ちがありますね。はい、シネマができたのをきっかけに僕らが呼んだわけじゃなくて、もう自然発生的にいろんなお店が彼らがなんかやっぱりこの空間が面白いっていうんで来てくれて、だからそれはもう映画館だけじゃできないことだし、なんか一緒に共存してなんかこの空間を作ってるっていうか、結果的にねそうなってるっていうのが嬉しいし、僕ら生活街って言ってますけど、ここを拠点にそういうエリアがみんなで作っていけたらいいなっていうのが、ここが一番の今テーマになってますね。もう5分もいかないうちにもうネギ畑とブロッコリー畑ですからね。岡谷は本当にやっぱり農業だと思いますね。アグリカルチャーって言われますもんね。で僕らは映画文化だっていうんでカルチャーって言ってるんだけど、いわゆる大地に根ざしたアグリカルチャーがあって、そこにこうカルチャーっていう文化の花がね実るっていうかね、映画も農業も別じゃなくてね一体なんだ。やっぱり市民の皆さんがねお酌をしてても雨が降ってちょっと時間できちゃった、どこ行くかな、じゃあシネマ行ってみようか。やっぱり映画館があることでもっともっと人もそうですけど、こういう街も建物もつながっていければいいなって思ってますね。